マジで加工したみたいな色してるわ。すごいね、独特すぎる。マジうまいこれ。いやーほんとこれうまいわ。美しい海が見えますわ。今回は1年ぶりの石垣島。今回は久々の JAL でございます。なんかいる。なんこれ。そして約3時間を経て石垣島が見えてきました。ちなみに石垣島は沖縄本島の南西約 400km、 東京からだと約 2000km あります。まるで絵の具のような美しい青い海が広がっております。石垣島は端から端まで車で1時間半程度で行ける小さな島ではありますが、市街地はとても栄えており、ドン・キホーテやマックスバリューなどの大型店舗もあります。からの1年ぶりの石垣島に到着しました。来た、到着しました。空港内には飲食店やお土産屋さんが複数あります。石垣空港。そしてこの石垣空港の駐車場のところにパイイーグルがいるんですよ。マスコットキャラクターパイイーグル、かわいい。1年ぶりの石垣島到着しました。今日から3泊4日で石垣島堪能していきたいと思います。今日はとりあえず、初日なんでね、石垣島の定番スポットと港の近くが栄えてるんですよ。市街地っていうんですかね、港の方に向かいます。ガソリンもうほぼゼロやん。待って、ガソリンマーク点滅してる。これ結構やばいんじゃないこれ。カーシェアの隣にガソリンスタンドがあったのでなんとかセーフでした。このチャンネルでは日本全国旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。ガソリン満タンだぜー。なんかレンタカーで初めてとかじゃなくて、もう人生で初めてガソリン点滅してるの見たわ。よかった、間に合って。石垣島初めて来た時はなんかマジでなんもないというかさ、もうビーチしかないのかなみたいなイメージだったんですけど、結構で山が多めなのと、あと栄えてるんですよね。こんな感じでね、結構こういうなんて言うんだろうね、ジャングルと言いますか、山も結構あるんですよ。とりあえず市街地に行ってご飯食べて、でデザート食べて、ビーチが綺麗なスポット行ってって感じですかね。もう旅行初日で天気がいいのは久々ですわ。もう前回の大分県初日雨で、前々回の愛媛県も初日雨だったんですよね。すごい海が見えてきました。奥の方に結構ね、天気予報当てられないんですよね。天気予報で雨ってなってても晴れるし、晴れってなってても雨降るし。僕市街地まであと3キロ地点までやってきました。この辺まで来るともう離島感ないっすよね。結構栄えてるんですよね、ご覧の通りで。マックスバリューもね24時間やってるんですよ。しかもめちゃめちゃ広い。なので買い出しとかはね困ることはないのかなと思います。ただレンタカーは絶対あった方がいいかなっていう。車なしは多分めっちゃ不便なのと、あと日差しが強いですからね、この梅雨明け。丸亀製麺があって、ドコモがあって、ドラッグストア森があって、西松屋ココイチ、この通りだとマジで本土とそんな変わんないね。いや栄えてますね。もうここだけ見たらマジで島感ない。でこの辺が観光客とかで賑わってるエリアですかね。飲食店がたくさんあります。今日の夜ご飯はこの辺のお店で予約しております。来たー、到着しました。ユーグレナモールで、ここにこのユーグレナモールの入り口の手前に駐車場があるんでね、いつもここに停めております。駐車料金はちょい高めだった気はしますが、しょうがない。こっちがユーグレナモールなんですけど、一旦不定休のバーガー屋さんがありまして、そこの食べたいやつがあるんで一旦こっち見ます。マジでねめっちゃうまいんですよ。石垣島に来たらもう絶対食べた方がいいレベルでめちゃめちゃうまいバーガーがあるんで。結構暑いね。やっぱ日差しがすごいです。帽子サングラス日焼け止めは絶対にあった方がいいです。近所ゆいまーる牧場直営。ここの焼肉もね食べたことあるんですけど、ここもね結構うまかったね。高級焼肉。営業してるわ。悩む。本当は最初に沖縄そばというか八重山そば食べようかなと思ったんですけど、営業してるんだったら先にこっちで食べちゃうのもありだね。ということで絶品バーガーを求めバニラデリにやってきました。
メニューはこんな感じでございます。アボカドわさびソースを注文しました。バーガー以外には丼もありました。またセットメニューは3種類あります。今回は他のお店でも食べたいということでドリンクセットにしました。からのこのチーズバーガーもめっちゃうまそうでしたね。店内はこんな感じでテーブル席とカウンター席があります。これは CC レモンとペプシコーラ。久しぶりの CC レモン、うまい。そして待つこと数分、バーガーが到着。うまそう。それでは早速いただきます。わさびソースとね、このお肉とアボカドの相性が最高です。あっという間に完食しました。ここでしか味わえない風味なんでね、めちゃめちゃおすすめです。美味しかった。やっぱアボカドわさびバーガーうまい。次はね、違うやつも食べてみたいね。これもうまそう。あえてドリンクとバーガーだけにしたことによってまだ食べられそうなんで、次はそば食べようかね。来た、夕暮れなモール。続いて夕暮れなモールから歩いて 2,3 分の場所にあるそばどころさつきでいただきます。メニューはこんな感じでございます。人気ナンバー1の沖縄そばと担々そばを注文しました。他には一品料理で牡蠣などもありました。そして待つこと数分、そばたちがやってきました。おしゃれな器と盛り付けでとても高級感があります。いざ実食。うまい。ここの担々そばね、めっちゃ気になってたんでね、食べることができて大満足です。しかもスープも麺も最高に美味しかったです。こちらの沖縄そばもスープも美味しくて、で麺がねとにかく美味しかったっすね。生麺を使ってるそうでね、もちもちの食感が最高でした。あまりのうまさにあっという間に完食してしまいました。ごちそうさまです。2人以上で来た場合はね、担々とあと定番のそばと2種類頼むのがいいと思います。担々のそばうまかったな。あとスープめっちゃうまかった。いやー、いつもね旅行先でもう刺身とか寿司ばっか食べてますけど、いやこういうのもいいね。バーガーとそばっていうね。からのアンダギーを求めて市場にやってきました。まさかのやってない。泣ける。いやまさかの塩サーターアンダギーのお店が営業してなかった。今日は定休日なのかな。アンダギー食いてーということで、ちょっと食後のデザートに元気シェイク飲みますかね。見えてきました。この横断歩道を渡れば元気シェイクです。でこの左の通りがこのセンター通りが繁華街みたいな感じですかね。来た。とりあえず元気シェイク買っとこよう。こちらのお店には元気の T シャツやさまざまな種類の元気グッズが売っています。元気シェイクゲッチュ。ここの元気シェイクうますぎてね、毎年石垣島旅行に来るたび毎日飲んでます。しゃーということでお腹いっぱい食べたんで、次は海沿いに行って、綺麗なビーチを散歩したいと思います。今日ね天気いいんでね、晴れたらね絶対に行っときたいねスポットなんですよね。で市街地付近は歩いて移動しても困んないくらいフェリーターミナル近くとかは栄えてるんですけど、車でもうちょっとね、数分進むとこんな感じの雰囲気になっております。観光スポットを回っていくのであれば、やっぱ車、レンタカーは必須かなと思います。そしてこれ右山登っていくと万那公園の展望台があるんですよ。そこからの景色もめちゃめちゃいいんですけど、遠い場所から順番に観光していこうかなと思います。そして海沿いにやってきました。ここからあと9キロで目的地でございます。やっぱ海綺麗だね。さすが石垣島。パインマンゴー直売所、フルーツを買い食いするとかもありっすね。観光スポットまで通るこのメインの大通り沿いっていうんですかね、果物屋さんとかカフェとかちょいちょいあるんで、こういうところをだらだらドライブしながら気になったお店で、飲んだり食べたりっていうのもいいかもしれないですね。ここもパイナップル。目的地まであと3キロ切りました。ずっと一本道なんでね、なかなか眠くなりますね。雰囲気出てきましたね。ちょっとこう離島感が出てきたというかね、いい感じの雰囲気になってきました。そして目的地周辺までやってきました。カビラ湾でございます。今1時半なんで駐車場が満車の可能性がありますけど、どうですかね。混んでるね。満車。
今ちょうど満車になってしまいました。ここは空いてるっぽいね。現金使えません。逆に現金が使えないタイプの駐車場です。スイカとクレジットカードが使えます。やっぱ混んでるね、カビラ湾。到着ということでカビラ湾到着しました。あっちずっとまっすぐ降りていくとビーチがあります。第一駐車場の前にはグラスボートのチケット販売所やお土産屋さん、トイレがあります。そしてさらに奥に進むと島の駅カビラガーデンやスイーツ屋さんや飲食店があります。さっきの市場にあった塩サーターアンダギー、このカビラ湾のところにもあるんですよ。なのでアンダギー食べます。ゲッチュしました。アンダギーも外刈り中ふわ、マジうまい。これとわさびバーガーと元気シェイクはもう毎年絶対に食べるって決めてます。すごい。ちょっと潮見してきてるね。美しい海が見えますわ。いいな、この木陰と海とビーチめっちゃいい。映え映え。ここめっちゃいい。展望台到着。いや綺麗だね。やっぱめっちゃ青い。マジで加工したみたいな色してるわ。カビラ湾は石垣島を代表する絶景ビーチで、観光客の数もぶっちぎりで多かったです。いやこれ光が入ると全然違うね。時間帯や天気、干潮満潮で景色が変わるので何回来ても飽きません。いや展望台から景色眺めたんで、次はちょっとビーチを散歩します。てかせっかくさサンダル持ってきたのに履き替えるの忘れてた。からのスコール。やばい、まあまあ降ってきた。すごい、風すごいね急に。でここからグラスボートに乗って船の底がね透き通って見えるんで、海の中を見ながら船で移動してみたいな感じですね。去年はね、魚とサンゴ礁とかあとウミガメも見れましたね。おすすめです。値段が変わってなければ1800円とかそんぐらいだった気がします。この道越しの背景の海でめっちゃ映えるわ。いやー絵になるね。お土産屋さんの隣になんかすごいフォトスポットコーナーかな。 Welcome to カビラ、合格祈願、石垣牛、ハッピーウェディング、I love 石垣島。こっちにさトイレとかあんだね。そして次は石垣島の、西北西っていうのかな、カビラ湾から一気に西の方に進んでいってですね、絶景スポットを歩きに行きます。この道いいね。ザ・離島みたいな道だね。道はね基本的に車線分かれてて、幅もあってかなり運転しやすいのでね、久々に運転するって人でもレンタカーは大丈夫かなとは思います。ソリオおすすめ。そしてこの坂道を登っていくと灯台があります。で灯台の奥に道があって、そこを歩いていくとね結構いい感じの絶景スポットがあるんですよ。でさっき一瞬雨降ったんですけど、また晴れてきて天気は大丈夫そうですね。なんか灯台工事中。やばい、灯台見えない。屋良部半島小神崎か。マンタが見れることで有名です。小神崎灯台到着しました。水買っとこう今年も。すごいめっちゃ綺麗。石垣小神崎灯台。さっきの看板は小神崎ってなってたけど、こっちだと小神崎。1983年3月に建設。すごい。灯台はちょっともう工事中でもう全く見えませんが、ビュースポットは歩いていけそうですかね。すごいね。もう離島の絶景って感じのスポットだね。いやー、なんかほんと台風が近づいてるとは思えない気候だ。でも結構それたからこんな感じでトゲトゲの葉っぱが飛び出てるんで、半袖半ズボンだとちょっと痛いかもしれん。結構トゲトゲなんですよね、この葉っぱが。これがねなかなか痛いんですよ。きたー。でこっからさらに奥に行けるんですよ。獣道みたいな感じですけどね。パッと見歩くのためらうような道なんですけど、一応ね、道になってるんですよね。
カビラ湾はめっちゃ混んでるんですけど、この小関崎灯台は毎回人全然いない。でもちょっとためらうね。この草がやばい。去年よりもやばい。すごー。なんかね、2年前くらいはね、あそこの危ないけど今登ってあの辺歩いた気がするんですけど、怪我しそうなんでちょっと諦めよう。でもこっち側から景色見えそうだ。もう帽子プラスフードとかで頭保護しないともうずっと長時間いらんない。すげえ怖い。足震える。去年はここ歩いたんだ。この辺歩いたんですけど、ここからでも全然綺麗ですね。いやーいいですね。あそこのビーチもめっちゃ綺麗。すごい。このビーチめっちゃ綺麗。ザ・離島みたいな。すごい。いや、この岩ほんとすごいわ。低温サウナみたいだな。気温が高いっていうのもあるんですけど、やっぱ湿度がすごいね。いやでも今年も来れてよかった。やっぱ相変わらず景色良かったっすね。石垣島フルーツランドだっけな。そこでちょっと涼みながらスイーツタイムにしますかね。これだ。売ってるかな。ちょっとね、今もう4時なんですよ。めっちゃ明るいんですけど、もう4時なんですよ実は。ということで休憩がてら石垣島フルーツランドにやってきました。こちらのお店にはカットフルーツとジェラートがあるんですけど、4時過ぎに来たのでカットフルーツは完売してしまいました。なのでマンゴーのジェラートとジュースをいただきます。ジェラートは2種類選んで600円ですが、2つともマンゴーを選ぶと1000円だそうです。せっかく来たんでね、3番と4番のマンゴーの組み合わせにしました。マンゴージュースうまい。マンゴージェラートのマンゴーの種類が4つあって、で4番が一番甘いそうなので3番と4番の組み合わせにしました。なんか個人的には3番の方がね甘く感じたんですけど、どちらもね濃厚で風味が良くて美味しかったです。いや美味しかった。やっぱり夏はマンゴーだね。これ眺めもいいんですよ。なんか初めてこの距離でサボテン見たわ。これ野生のサボテン。なんかシュール。いやー、ということでもう石垣島旅行初日からもうたらふく食べまくっております。一番最初にバーガー食べちゃったんですけど、一番最初こってりだったけどもう意外と食べれるね。ということでホテルに行きます。これヤンバルじゃない？ヤンバルだ。野生のシロハラクイナだっけ。こんな感じで路上に普通に動物がいるんでね、飛ばさないように注意しましょう。かわいい。確かあれシロハラクイナからのまた海沿いにやってきました。でこの海沿いに、どっかね海沿いに駐車スペースあるんで記念撮影しますかね。すごい。お、まさかの緊急事態でちょうどさハエかなんかがやってきてさ、でこれ手でこうやってさ振り払おうとしたらさ、帽子の上にさサングラス乗っけててさ吹っ飛ばしてしまって、駐車場からさサングラス吹っ飛ばしてさ海に落としてしまいました。やばい、俺のサングラスが波に打ちひしがれてるわ。やばいもうやばすぎ。海熱っ。でもよかった、流されなくて。まだ潮がさそんなに満ちてない時間でよかったわ。なんて日だ。まだこのビーチに降りたからこそ見ることができました。このマングローブすごいね、独特すぎる。いつもと違うホテルなんですよね。でもなんかめっちゃ安かったな。3泊で2人で2万5,000切ってた気がするんだよね確か。ちょっと安すぎて怖いですけどね、いつもと違うホテルだし。そして今回の宿泊先に到着しました。こちらのマンションタイプのホテルに泊まります。来ました。すごいマンションタイプの洗濯機とかあれがある。乾燥機と洗濯機があるってめっちゃいい。洗濯機と乾燥機があって、で冷凍冷蔵庫電子レンジ、コンロもあるじゃん。すごい普通に住めます。なかなかいい感じじゃない？口コミだとなんか壁が薄くて音がうるさいみたいなのあったんですけど、でもそうかねっていう。マンションタイプなのとこの見た感じ
これで3泊2人で2万前半台って考えたらめちゃめちゃ安い。ここにコンセント2個あって、でそこにもコンセント2個あって、でここにもコンセントあるんですよ。でこの椅子の裏にもコンセント2個あるんで全然住める。でエアコンも新しめ。そして予約している夜ご飯のお店に向かっているんですけど、すごい渋滞で離島とは思えない交通量でございます。5時から7時くらいまではすごいんですかね、交通量が。そしてまた、夕暮れなモール付近まで戻ってきました。これを左に入っていくと駐車場があるんですが、これで満車だったら結構きついよ。まあまあ空いてるね。2年ぶりかな、安島商店にやってきました。ここで夜ご飯いただきます。安島商店は市街地にある人気の居酒屋さんでございます。事前予約がおすすめです。そして注文は QR コードを読み取ってモバイルオーダーだそうです。またお通しが3種類あり、この中から選べるそうです。そして本日のお刺身はマグロ、ハラゴ、サワラ、炙りサワラ、赤ジン、イラブチャーだそうです。お目当ては刺身盛り合わせでしたが、他にも一品料理やご飯物など美味しそうなものがたくさんありました。黒糖レモンサワーとパッションフルーツジュース。うまい。いい感じの酸味。続いてお通しがやってきました。左が青パパイヤと沖縄かまぼこの煮物で、右が冬瓜のおひたしシークワーサー味噌かけでございます。うまっ。これめっちゃうまい。続いてやってきたのは島野菜のスティックサラダでございます。ちょっと健康を意識してみました。こちらの味噌をつけて食べるみたいです。そのまんま野菜をね味噌つけて食べるみたいな感じなんで、結構苦味とかはしたんですけど、パプリカは意外と甘さがあったというかね、美味しかったっすね。ただゴーヤはちょっと個人的にきつかったんで、好き嫌い分かれるかなと思います。そしてお待ちかねの刺身の盛り合わせがやってきました。左上がマグロで、上の真ん中がハラゴで、右上がサワラで、左下が炙りサワラで、下の真ん中が赤ジンで、右下がイラブチャーでございます。ということでいざ実食。石垣の塩とハイビスカスの塩。そうだ、うまい。意外と塩もうまい。いややっぱり刺身はね、いつどこで食べても飽きないですね。美味しかったです。続いて生ジーマミー豆腐の揚げ出しがやってきました。初めての沖縄旅行で食べた時からこのジーマミー豆腐の揚げ出しにすっかりハマってしまってね、メニューで見つけたら絶対に注文しております。いや沖縄旅行で見かけたらね、ぜひ食べてみてください。マジでこれうまいです。そして密かに頼んでいた土鍋で炊きたてジューシーがやってきました。こちらはですね、入店した時に一番最初に注文しておくのがおすすめです。かなり時間がかかります。最初はそのまま食べて、後半が薬味とお茶漬け的な。いや私はお酒が飲めないんでね、その締めにご飯物食べるとかそういう概念がないんで、本当は一番最初にねご飯物食べたかったんですけど、土鍋で炊くジューシーなんてね食べたことなかったんで、どんなに待ってでも食べたかったんですよね。いやめちゃめちゃ美味しかったです。しかもこのジューシーね、そのまま食べても美味しいんですけど、薬味と出汁かけてね味変しながら楽しむことができます。からの食後のスイーツを求めて元気ミルクにやってきました。昼は普通の元気シェイクで、夜はこっちで、こっちだと普通の元気シェイクじゃなくてヨーグルトがあるんですよ。こちらのお店では元気シェイクのプレーンはないんですけど、元気シェイクのヨーグルト味を堪能できます。そして他にはプリンやヨーグルト、アイス、元気クールなども売っております。しかもこちらは夜の9時か9時半まで売ってるんで、8時過ぎでもねかなりたくさんのお客さんがいました。元気ヨーグルトシェイクゲット。すっかり日が暮れてしまった、食べてる間に。いやーでも夜もいいね、エモいわ。いやー栄えてますね。かわいい。気をつけて。いやパイグルね癖になる。結構全国のあらゆるキャラクターの中でパイグルはなかなか上位に来るな、個人的に。この前行った愛媛のダークミキャンも可愛いけど、パイグルもなかなか癖になる。
あ、すごい、こっち初めて来たわ。へえ、なんかお金持ちのクルーザーみたいなのがいっぱいありますね。こっから出てんのが確か安永観光と八重山観光だっけな。いや、どっちも会社の所有してる船なんですかね。これは安永観光。いや、明日西表島行くんで、ちょっと船ね止まんないでほしいですね。今んとこね運航予定ではあるらしいんですが、いきなり朝6時にねやっぱり欠航とかもあるらしいんでね。だから船に乗って竹富島とか西表島行くときは、朝もう5時半過ぎに起きて準備しておいて、で6時とか6時半に船の運航情報をチェックして、で大丈夫だったら予定通りで、それで欠航しますだとやばいらしいんですよ。特に西表島は上原港と大原港あって、上原港は泊まりやすいらしくて、で上原港泊まると1時間くらい早いフェリーに乗って行くことになっちゃうんで、それがめっちゃ大変らしいですね。でこの港歩いていくと、これが石垣港フェリーターミナル。いやーすごいですね。リゾートアイランド。夜の散歩でコウモリ探しに行くのもありだね。夜だとたまになんか市街地住宅街にも、八重山この辺のエリアにしかいないなんかめちゃくちゃでかいコウモリがいるらしくて、その野生のでかいコウモリ見たことないんですよまだ。だからちょっとコウモリを探しに行くのもありだね。すごい新鮮な光景だ。さすがにこっちまだ明日の運行状況は書いてないか。明日は安永観光の8時半の上原行き、西表島上原行き乗るんですけど、それが欠航した場合は会社を変えて7時半発に乗らないといけないらしいんですよね。プラネタリウムもある。ちなみに上原港集合のツアーに参加して上原港行きが欠航した場合は、1本早い大原港行きの船に乗って、で大原港からバスで上原港に移動してって感じになるので、なかなか大変だそうです。そうただで聞いてしまった。なかなかしっとり系の曲だね。まさかの盛り上がる系じゃなくてめっちゃしっとり系だったね。ここの駐車場も、この辺の店行くんだったらここの駐車場も割と穴場というか結構良かった気がするんですよね。これは1時間100円。安くね。1時間100円。昼止めたユーグレナモール、あそこいくらなんだろう。なんか900円だったんだよね。なかなかいかつい値段だったね。すごい栄えてますね。きらびやか。ここでさ、ここに前さバーガー屋さんあったよね。ここのバーガー屋さんで前食べたわ。サンドリップガレージだっけ。あそこ去年朝食で行って、フライドチキンバーガーとヒポキ丼だっけで、フライドチキンバーガーがめちゃめちゃうまかったんだよね。なんかこれ石垣にかけたのが牛垣。これはなんかあった気がするな。やんばる若鶏のうまい店。ここはきらびやか。めちゃくちゃ多い。そのままだ。青。結構いろんなお店があるね。でも昼食った担々麺マジうまかったな。担々そば、なんかもちもちの麺にね相性抜群だったんだよね。やっぱ石垣島はなんか暑いからかわかんないけどさ、暗いけどずーっと暑いから、なんか夜になった感覚がないっていうかね。いつもだったらもうこの時間眠くてもうすぐホテル帰って風呂入って寝てるんですけど、石垣島に来た時はなんか眠くても歩けちゃうんだよな。やっぱ離島の夜っていうか、やっぱ気温が高いってすごいんだね。夜になってもずっと暖かいからなんか散歩できちゃうね。この時間やってんのかな店。今何時だっけ。8時12分。8時12分で、でもだいぶ閉まってんね。夜のこのシャッター街っていうかさ、夜のこの商店街好きなんだよね。ユーグレナモール。夜の石垣島ドライブ、決して尺稼ぎではありません。尺稼ぎと言われてしまえばそれまでかもしれないけど、でも貴重なこの石垣島の夜のね、このドライブ映像って割とねあんまり見たことない人もね多いと思うんで、ぜひご覧ください。とりあえずマックスバリューで買い出しですかね。台風の影響がなんかね思ったよりなさそうなんですよね。船とかはねあると思うんですけど、なんか嵐みたいな感じではなさそうなので、結構それたんでね台風。魚とかねお寿司屋さんはちょっと仕入れできなくてとかはあるかもしれないですけど、水とかは一応買っといた方がいいかなと思うけど、言うて台風が近づくのはあさって2日後か3日後なんで、ということで良さそうなんで、金秀。金秀ってさあれじゃない？沖縄本島のさ名護でさ買った店じゃない？
名護にも確か金秀ってあるよね、スーパーで。そこでなんか鮮魚とか買ってうまかった気がするんだよね。石垣島旅行で金秀で買い出しとかなかなかマニアックだよね。ついついマックスバリューとか行きがちですけど、あえての金秀ということで風呂入ってきました。風呂入ってからの元気カフェ、風呂上がりの元気カフェを飲んで爆睡しますかね。明日朝早いんでね、明日は朝、5時半か6時前にはちょっと起きておきたいんでね。今んところ船は運航するらしいんですけど、欠航になった場合にめちゃくちゃ早起きっていうか早く出発しないといけないんで、念のため早起きしてるって感じなんですよね。うまうまです。なるほど。普通に住めるもんね、このレイアウト。このなんか 1K のマンションのね、明日は日本最後の秘境と言われるあの島に行って、もうツアーじゃないと入れない秘境スポットに行ってきます。ということでおやすみなさい。でもガチで今緊急で回してるんですけど、そのまま1500円。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録、高評価お願いします。